こんにちは、こんばんは、一味隆です。本日は自分の高校の先輩がですね、キャンピングカーを納車ということでちょっとお邪魔しております。 NTB 日本特殊ボディのさくらです。こちら本日ちょっと天気が悪いですけど納車ということで、こちら NTB さんでは基本的には埼玉の NTB 本社で納車ということになるんですけども、別途、輸送費ですねを払えばお近くまで車両の方を持ってきていただいて、そちらの方で納車ということができます。詳しくは NTB さんの方にお問い合わせください。ではちょっと納車説明の方をお伺いしたいと思います。でこれで走っていただけると、前の車の何キロで走ってるっていうのが出てきてくれたりとかして、ちょっと面白いとかっていうのもあります。そんな感じです。あとこれシガライターなんですけれども、この車24ボルト車なので、多分、普通乗用車で使ってるやつ12ボルトっていうやつだと使えないので、12と24兼用のやつを使っていただければと思います。これが今オフになってるんですけれども、これがオンになってる時に、特にクルーズを使ってる時にもう頻繁にいろいろこう言ってくれる機能になるんですけれども、さっき言ってたようにぐったりしたりとか、視線が全然違う方を向いてたりとかっていうのをこのカメラで見てくれて、それでそれも設定になるんですけれども、基本的に何もしないオーソドックスな状態になりますと、まずその警告がインパネに出まして、それでも反応がなければ冷風が出て教えてくれます。それでも反応がなければもうその場で緊急停止をするっていうような機能がついてるんですね。で基本的にこれ黒カバーと赤の違いっていうのは、車側がもう運転手さんが危ないって言った時に、いやいや大丈夫っていう時にキャンセルするボタンで、走行中にもう前が見えなくなって、もうこれ以上運転できないなと、自分が判断して止めたい時に押すのが赤いボタンの違いになります。で焦った時にハザード出そうと思ってこれを押さないように気をつけてます。同じ赤なので、例えば高速道路でこれを押すと100キロで走っててもフルブレーキで、止まりますので、かなり危険です。まず、画像の部分の説明になります。まず、運転席助手席側のドアロックの件になります。今閉まった状態になっておりまして、開けるを押していただきますと2回点滅しまして開いた状態になります。ただこの状態で1分間放置しますと鍵が勝手にかかってしまいますので、中に鍵があったとしても閉め込んでしまうことになりますので、十分に気をつけてください。でこれを開いたままにするためには、一度ドアを開けていただいて閉めていただく、この状態でずっと開いた状態を保つことができます。こちらがドアロックの説明になります。あと次はですね、車両側のバッテリーのお話になります。車両側のバッテリーはこちらにございまして、こちらスカートの、こちらですね、開けていただきますと全部の箇所にロックがございますので、こんな感じで止めていただくようになります。で奥に見えますのがバッテリー、12ボルトのものが2つついておりまして、24ボルトのバッテリーが車両側のバッテリーとなります。で次にエントランスドアのお話になります。基本的にこちらのエントランスドアはこちらのキーで開け閉めが連動してできるようになりますので、こちらで開けていただきまして、こちらで開閉をしていただきます。こちらですね、全部開いたところにロックがついておりますので、こんな感じですね。ただし強風とか突風でこれがまた閉じてしまう可能性もありますので、十分に気をつけてください。で、ですね、こちらがロックになりまして、これ車内で見ていただいた時に閉まった状態でこれを押し込んでいただきますと鍵がかかった状態になります。でこれ戻していただくと鍵の解除という形になります。で逆側に押していただきますと開閉ですね、動くようになりますので。
でこちらがシェードがついておりますので、こちらでお使いください。ごめんなさい、失礼します。でこちらに網戸がございます。これでお使いいただけるんですけれども、ここが一番最大の注意いただくところになります。この状態で外側のドアを閉めないでください。中の網戸が壊れます。なので開け閉めするときは必ずこれを戻していただいて閉めていただくっていうのをお願いいたします。これが、エントランスドアの説明になります。あと電動、ステップの方なんですけれども、メインスイッチがございますところの下のところに白いボタンがあります。こちらを押していただきますと出てまいります。はい、途中で手を離すと途中で止まってしまいます。はい、ですので使われるときは必ず出し切ってください。こちらがちょっとでも出た状態になりますと、エンジンキーをかけたときに警告音が鳴りますので、はい、こちらの方もし警告音が鳴った場合はステップの方ちょっともうちゃんと戻すというような作業をしていただければと思います。お願いいたします。で LED ポーチライトにつきましては、メインスイッチの上のところに、スイッチがございますので、こちらをつけていただければ点灯消灯ができます。でスイッチの左側は、オンにすればつく、オフにすれば消えるというボタン、右側はセンサーボタンになりますのでオンにしていただいて、ややしばらくすると消灯するんですけれども、人が通ったりしたものに反応してまたつくようなセンサータイプになりますので、適用に合わせて使っていただければと思います。あと天井で今ちょっと見えないんですけれども、ソーラーパネルが、200ワット相当のものが4枚ついておりますので、はい、次に外部のバケッチドアの説明になります。バケッチドアなんですけれども、こちらの鍵で開け閉めいたします。でですね、こちら入れていただきまして、このまま動かそうとしても鍵動きません。こちらですね、ちょっとテンション加えていただいて開けていただく、こんな感じになります。こちらも全部開き切った時にロックかけていただくようにお願いいたします。ベッドのクロスにして土台になるといった板ですね、これがここに格納されております。その手前に三角表示がございますので、はい、何かありました時にお使いください。あとこちらですね、こちらに清水タンク、50リッターの清水タンクがついております。こちらに水を入れる場合はここからアクセスするんですけれども、この時にはこの一番小さい鍵、こちらをお使いいただきまして、こちらですね、開かないですね。こちらにホースとかで水入れていただいて、はい、給水の方をお願いいたします。こちらに排水タンクがあります。こちらですね、これひねっていただければ水出ますので、例えば受水槽とかあればそこで水出していただければと思います。これをキャッチするところで、こういう形にもなりますけれども、非常に風に弱い構造になっておりますので、できれば地面に刺してペグダウンしていただければと思いますので、はい、お願いいたします。ここは開けていただいて、こちらがコネクタ挿す部分になります。で、相手側が100ボルトのコンセントになっておりますので、こちら差し込みは簡単なんですけれども、外すときにですね、こう90度ぐらいくるっと回して外していただくような構造になっておりますので、この金具止めているものにアクセスするのに、これめくらキャップになってます。なんでこれ外していただけますと穴が出てまいりますので、そこに運転席の後ろ側に棒があったんですね。それを差し込んでいただいて、くる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 って回していただくと、これ自体が降りてまいりますので、タイヤが使えるようになりますが、先ほどちょっとお話ししたんですけども、タイヤかなり大きくて重いものになりますので、できればディーラーさんとか、あとロードサービスさんとか、業者さんとか慣れた方にやっていただくことをお勧めします。こんな感じですね。はい。
これをしなくていいんですね。これは自動センサー。これは何になるんですか？それはオンオフですね。スイッチは中で。そうです。リアベッド密室って書いてあるスイッチです。ただそこでもオンオフはできますので。でこの手前ですね。これが FF ヒーターの吹き出し口になります。でこちらですね、塞いでしまうとFF ヒーターの故障の原因になりますので、落ち葉とか雪とか砂とか十分に気をつけていただければと思います。あとは、燃料の給油の方法になります。こちらはですね、まずタンク70リッターのタンク、燃料タンクと左側に14リッターのアドブルーのタンクがございます。でこちらのタンクを開けるのにこの鍵を使います。まずこちら開けていただいて、刺してオープンの方に回します。でこの状態でキャップを持っていただいて開けます。こちらに表示がございまして、前輪600、後輪450に合わせて入れていただければと思います。ただこの車、TPMS といいまして、タイヤの空気圧センサーが入っておりますので、インパネの方で数字で見て確認することもできます。トラックの洗車機とかっていうのは使えません。突起物がかなりありますので、全部引っかかってしまったりということが危惧されますので、お控えください。あとケルヒャーとか高圧の洗浄機とか使われる場合ですね、例えばこういうドアの隙間ですとか、あとカメラのレンズに向かってやってしまうと故障の原因になります。どうぞ中ご覧ください。一応こちらさくらの新しい取扱説明書になっております。中にタイプ別のですとかいろいろ細かいことも書いております。一通り今日ご説明させていただきますけれども、もしかしたらちょっと説明漏れがあったりするかもしれないので、ぜひ気になるところがありましたらご覧いただければと思います。もうスイッチ入ってしまってるんですけれども、こちらがメインスイッチになります。12V と 24V に分かれておりますが、両方ともオンにしていただければと思います。次にサブスイッチですね。サブスイッチはこの上部にこちらとこちらのキッチンの上に2箇所ございます。でサブスイッチになりますので、メイン入れていただいて必要のないところを消していただいたりとか、そんな感じで使っていただければと思いますので、室内灯の1、2、3、あとバンクベッドですね、あそこの照明ですね、あと、バンクのところにあります USB、この車はオプションで 100V もついてるんですけども、 USB 動かされるときはここを押していただきたいと思います。でこちらがですね、マルチルーム中ですね、照明ですね。あとは USB、こちらは後ろのリアベッドの USB のスイッチになります。で流しライトがこちらで、リアの収納、荷室ですね、ベッドの下ですのライトです。であとルーフベント、ルーフベントはマックスファンのスイッチになります。こちらがサブスイッチになります。それでですね、こちらなんですけれども、この上の部分がパカッと外れます。ヒューズがございますので、もし照明がつかないとか何かおかしな時があった時に、もしかしたらちょっとここを確認していただけますかっていうことをお願いすることがあるかと思いますので、一応こういうのあるなっていうのだけ覚えておいていただければと思います。インバーターについて、インバーターにつきましてはこちらにございます。3つの系統がございまして、エアコンとその他ボイラー専用、冷蔵庫専用となっておりますので、電気使われたい時は必ずこちらをオンにしてから使っていただければと思います。で、上のこの2つにつきましては 1500W ずつ、下は 700W のインバーターになっております。あとはエアコン電子レンジの使用方法、基本的にはメインを入れていただいて、インバーターの、スイッチをオンにしていただいて、ピッとかピッとかって感じで、はい、使っていただきます。はい、
あと冷蔵庫につきましてはこちらですね、オンにしていただければ動き出しますので、はい、お使いください。でもし長期に使われない時とかっていうのがありましたら、一度換気していただいたりっていう風にしていただければ、なんかちょっと匂いが気になったりっていうことも少なくなると思いますので、ぜひやってみてください。FF ヒーターですね。FF ヒーターのコントローラーこちらになります。本体はですね、サードシートの下に入っておりまして、こちらが FF ヒーターの吹き出し口になります。で、ですね、このシートの裏側にもう一つ同じような丸いのがあるんですけども、そこから空気が入ってきてます。はい、なので向こう側は塞がないようにお願いします。でですね、こちらくるくる回していただくと方向が変わりますので、例えばベッド展開している時に上に向かってやってしまうとマットが熱くなったり、あまりにも下に向けすぎてここが熱くなっちゃったりっていうことも事例としてありますので、気をつけていただければと思います。あとですね、 FF ヒーターにつきましては夏の暑い時につけるのは非常に酷なんですけれども、できれば月に1回20分程度で大丈夫ですので、稼働していただけると長く安全に使えますので、ぜひお願いしたいと思います。あと水道ポンプですね。水道ポンプにつきましては、基本的に水道ポンプのスイッチは水を入れてから入れていただきたいです。それでないと空で回してしまって焼き付けを起こす可能性がございますので、十分に気をつけてください。で、水を入れていただいて、でこちらをオンにしていただいて、でもボーンって言いましたよね。こんな感じで下のボイラーが動いたりしますので、一応使う時にはこれをオンにしてこのレバーで使っていただく。それで混合線になりますので、熱いの冷たいのっていうのでここで温度調整できます。でこちらは、外の給水口、給水口から水を入れていただいて、今ちょっと入ってると思いますので、試験で回してるので、で入れてからあそこの入れていただいて、このボタンを入れていただきます。でランプが消えます。はい、適温になると消えますので、はい、その時にお使いいただければ、60度の水が25リッターできるようなサイズになっておりますので、ただしですね、使い方によってちょっと使って、シャワーを切っちゃいました、ちょっと使ってシャワーを切りましたっていう使い方をすると、水がどんどん足されてくるんですね、足りない分。そうするとここの中のお湯が温度下がっちゃうことがありますので、もう使う時はザーッと使った方が多分温度の上限っていうなんていうんですか、それが少ないかなっていうのは使ってるお客様から伺ったんですけれども、はい、そういうお話でした。やっぱりある程度の時間が経っちゃうと勝手に吸水されちゃうらしいんですね。なのでそこはちょっとうまく使っていただければと思います。このお水なんですけれども、ジャーって使うじゃないですか。その時にこれ切ったまんまで大元が入りっぱなしになりますと、簡単に言うとシャワーを使ってて大元全部開けてるんだけど、シャワーヘッドでオンオフのスイッチがあるようなものあるじゃないですか。あれで止まってるような状態なんですね、簡単に言うと。なのでずっと水圧がかかったまんまになっちゃいますので、パッキンとかがちょっと悪くなりやすいので、もう使わないなっていう時は切っていただいて、できればこの中の圧を抜いていただくっていうのをやっていただくとパッキンが長持ちしますので、はい、ぜひこれうまく使っていただければなと思います。はい、次マックスファンですね。マックスファンにつきましてはこちらが、リモコンになります。ルーフベントのスイッチを入れていただきますと、向こうで反応いたしますので、今ここのオンを押してます。そうするとカバーが自動的に出てファンが回り出します。今排気になっておりますので、中の空気が外に出ているんですけれども、でこのくるくるっていうこのマークですね、これを押していただきますと、これですね、これを押しますと一度ファンが止まります。それで逆回転になります。そうしますと今度外の空気が中に入ってくるような感じに
空気の流れが変わりますので、例えばなんですけれども、室内でお料理される時とかは上に逃がすより上から空気を入れてあげて、そこの窓から煙とかを出してあげた方が室内に匂いがこもりにくかったりするんですね。なのでうまく使っていただければなと思います。はい、で走行中は必ず閉じて切って使っていただければと思います。走行中にやっぱりこう出ちゃうので、何かぶつけちゃったりすると雨漏れの原因になってしまいますので気をつけてください。マルチルームなんですけれども、シャワー設備がついておりますので、右側シャワーのバーがございまして、上にハンガーパイプがついております。でシャワー使われるときは下のレバーですねをひねっていただいて使っていただくような感じになります。で一応シャワーカーテンがついておりまして、なるべく壁に水滴がつかないように使っていただいた方が湿気とかの拭いたりきれいにしたりっていうのの手間が省けますので、ぜひご利用いただきたいんですけれども、使用される時にハンガーパイプが干渉してしまうので、使われる時はハンガーパイプ上に上げて外してください。はい、お願いいたします。バンクベッドの使い方になります。バンクベッド引き出し式になっておりますので、これでロックを解除していただいて手前に引く。でここにマットがありますので、マットを一緒に引きながらやらないとマットが置いてけぼりになるので、はい、こんな感じで、はい、ベッド展開できます。またここに、はい、かけていただいて、ここから登るような感じになります。よろしいでしょうか。はい。はい。はい、右、はい、そうです。反対側に、はい、ありがとうございます。それだとまだストッパーかかってないのでビヨーンって下がってきてしまうので、それの左側の、はい、それをギュッと回してください。それで、はい、それでストッパーがかかりましたので、はい、ロックされてます。あとはですね、同じことです。向こうから向こうにかけて、はい。ございますので、はい。ただ多分大丈夫だと思うんですけど、ここの開け閉めちょっと気をつけてですか。こっちじゃない、こっちだ。そうですね。こっちのドアがちょっと干渉しちゃうかもしれないので、あとこれですね。これ開けるとき、もしかしたら当たっちゃうかもしれないので気をつけてください。はい。そうすればここに握るレバーがあります。これを握っていただいて真ん中を押していただきます。そうすると上がります。で離します。そうすると固定されます。これだけです。はい、この状態でこのマットとこのマットをここに入れていただきます。そうするとここまでのベッド展開ができます。でそちらのサードシートのこのパーツですねをここに入れていただいて、あとベッドに小さいパーツありましたよね、はい、パーツをここに入れていただくとここまでのベッド展開になります。ただしここ足がないので、荷室の右側に板が4枚入ってます、はい、それをバッテンに組んでいただいて、マットの中央に来るように置いていただいてベッド展開をしていただきます。これがありますので、これ外していただいて、これ外すだけです。はい、本当に簡単です。はい。はい。あと工具ですね。工具に関しましては、運転席のこちらですね。ちょっと覗いていただけると分かるんですけれども、エアジャッキと、あと前に運転席のお尻の下というんでしょうかね。後ろのところに工具が入っております。はい、それを使っていただくようになりますので、あとそこの左側にオレンジ色のエマージェンシーキット入っておりますので、例えば川に落ちちゃってガラス割らなきゃいけないとか、シートベルト切らなきゃいけないっていったような時に使っていただけるようなものになりますので、使わない方がいいんですけれども、何かあった時使えるように一応手の届くとこっていう形でそこに置いてありますので、はい、はい、お願いいたします。こちらですね。これがサブバッテリーリチウムになります。あと今回エア3もつけておりますので、上についてるこの機械がエア3になりますので、はい、あとはですね、他についてるものはインバーターですとか、あと上についてるソーラーコントロールの本体とかっていうのは基本的に電装品ここにまとまっておりますので、はい、はい、
あと延長テーブル、これですね。はい。作業台になります。で、これストッパーが2箇所ついておりますので、畳むときは2つここ、わかります？これを両方とも上げていただいてしまう。手挟むと痛いので気をつけてください。はい、今暫定的に入れさせていただいているものになります。消火シートというものが入っております。これっていうのは電子レンジがもしかしたら発火する可能性があるものとして車載されておりますので、こちら入れさせていただいております。はい、これがファイヤーブランケット、はい、消火シートになります。あとついでなので、その下の段にですね、外部充電もし使われることがあれば、はい、充電キット、あと延長コードも入っておりますので、もしRV パークとかそういうところで使う時があればお使いください。でもここの下に全部入ってます。でこれ使い方によってはへたってきちゃうこととかもありますので、これの替えのパーツ入ってますので、ドライバーで変えることができますので、はい、こんな感じです。たまに空気の入れ替えしていただくといいと思います。一回こうちょっと上げてっていうのやっていただくと、はい、こもりにくくなると思いますので、やってみてください。